今回はメタ認知を実際に活用をして持っているポテンシャルを最大限に発揮するための身体感覚、これをさらにスポーツだとか、あるいは創造性を使う、そうした認知機能を持っている潜在能力を最大限に発揮するためのテクニック、実践編ですね。これを今日は解説したいと思います。ここまでシリーズ的にメタ認知というものがいかに重要であるか、そしてそのメタ認知を常に高度な状態で使い続けながらも、私たちのこの潜在的な能力、意識を超えたスピードで操作する場合、例えば手を動かす、これも筋肉を動かしているわけですし、私たちは心臓やそして呼吸、こういったものもある程度意識を向ければ活動しているということが自覚できても、胃だとか腸だとか、この内臓機能やまた免疫、こういったものに関しては全く私たちが意識のコントロール下に置けない。しかし実際に活動していることは分かっている脳や腸というものにも、このニューロンを介したそうした連携というものも行うことによって生存していく上で有利なように活動をし続けているわけです。私たちは実際にこの体を使って何かをする、そして脳の認知機能を使って何か思考をしたりとか、今私のようにこのように口を動かして会話をするといったことも常に自動で私たちの意識のその下にある私たちが意識できない領域で常に活動をしているわけです。意識しない方がいい領域、これらの能力を最大限に発揮するためには、逆に意識するところが邪魔をしてしまうというのはまずいわけですね。スポーツをしている人ならイメージしやすいかもしれませんが、自分のフォームを気にしすぎると結果がうまくいかないということがあると思います。私はピッチャーでしたので、マウンドに立って打者に対して、そしてそのボールを受けてくれるキャッチャーに対してどんなボールを投げるかということを本来は気にしなければならないんですけれども、自分のフォームが気になる、肩の位置だとか腰の開き方とか、どの位置に足がつくか、こういったことを気にし始めると、そのボールの行く末よりも自分のフォームの方を意識が考えてしまうことによって、本来の体のスムーズな動き、それも最大出力としての筋力を連携させて最も力が出るというその動き、これ自体が阻害されてしまう、ぎこちなくなってしまうことによってうまく最大のパフォーマンスが出せない。これは筋肉を動かすということに使える神経回路のスピード、これは非常に速いんですけれども、しかし私たちのこの思考という意味で考えることができる、意識を持てる領域の思考というのは遅いんですね。これは本能と理性、感情と論理的思考、こういったものでよく対比されることがあります。ダニエル・カーネマンはこれをシステム1、システム2といったような言い方をしたりしながら、速い思考、ファスト思考とスローの思考、これで速い思考というものは感情的であり本能的である。それに対してスローなものというものは合理的であり論理的であり、なので私たちは日頃意識して思考している、これによって様々なことを合理的に行いたいと思ってはいるんですけれども、実際にそれが瞬時にパフォーマンスとして出せるかどうかというのはかなり疑わしいわけですね。というのも、私たち日常的に様々なことを同時並行で行っているわけですけれども、全てが全てこのスローである論理的な合理的な考え方をする意識の方でコントロールしようとすると、もう遅くて仕方がないわけですね。さらにこれは別のエピソードでも言いましたけれども、このスローな方の思考というものは非常に多くのリソースを食うわけです。すると一気に脳がそれだけのエネルギーを使うとなると疲れてしまって、そしてもうそれ以上考えられなくなってしまうとなると、ほとんど思考が働かなくなってしまう、合理的な判断がそれ以降できなくなってしまうということが起こるわけですね。私たちの体のエネルギーというものは無限にあるわけではありませんので、当然そうしたことにいちいち思考を使っているようでは一日が持たないわけですね。そして私たちのこの体の消化器官にも限界がありますので、そのエネルギーを山ほど食べれば使えるようになるのかというとそうでもないわけです。実際には食べたとしてもそのほとんどがその能力をオーバーして摂取したとしても、それらは排泄されてしまうか、もう食べれなくなって吐き出してしまうか。なのでエネルギーとして取り込むにも上限があるわけで、そしてそのエネルギーを使う場合にも上限があるわけです。となると、なるべく早く決断をした方がいいところや、体を動かすだとか慣れ親しんだ動きに関してはなるべくそのファスト思考、いわゆる潜在意識の方で感情やそうした感覚というもので意思決定をしていくように自動化してしまって、合理的な思考だとかよりメタな思考の方には意識を使うという、この組み合わせがいいわけですね。なので私たちが日常的に行っている作業のほとんどが実はそのようにして行っているわけですけれども、スポーツだとかあとビジネスのシーンだとか何らかの結果パフォーマンスを出したいと思う時にはそれらが逆になってしまう、うまく噛み
み合わないということが起こるわけです。なので今日はそれらをどう使えばいいかというその考え方とか感覚、これらについてのヒントをいくつか出しますので、気に入ったものや試してみたいものがあればぜひそれらを参考にしてもらえればと思います。で、まずこの身体操作、体を動かすとか体の感覚ですね、指先もそうですし、以前のエピソードでも推奨してますのは背中側を意識するということで、肩甲骨と肩甲骨の間の骨、背骨ですね、このさらに後ろに意識を持ってくる。これによって背中全体、特にこの肩甲骨付近の背骨というものがぐっと張りを持つことになります。力が入ります。それによって全身の筋肉のバランスというものが取れるようになり、より広い領域に意識が向くようになります。具体的なイメージとしましては、投影されたスクリーンの映像として見ているというイメージ、そしてそのスクリーンの投影の元となるのはこの頭の後ろ、背中に対して投影機がついていて、その背中から投影されているというふうにして見ることによって、この体の周辺全部が意識が向くようになり、通常私たちは何か考え事をしようとすると頭の中、この額の付近の内側で考えようとしてしまいます。そうなると自分たちの考え方というものがぐっと狭まってしまうことによって、ある種集中しているとも言えますが、逆にターゲットとなる目標以外のものが捉えられないという視野が狭くなってしまうという恐れもあります。私たちはこの世界を生きていて、様々なチャンスや様々な情報というものが飛び交っていますので、自分の目標だとか自分の生きていく上での有効だと思うもの、有益だと思うものはいち早くキャッチできた方がいいわけですけれども、自分の内側に何かを探そうとしてしまうこの状態が長く続くと、そうしたチャンスを見逃してしまう恐れがあります。あなたの成し遂げたいことやあなたのその夢を実現するために、本当にあなたが好きなものはあなたの内側にありますといったようなアドバイスありますよ。あなたの心の声に従えばいいんです。これは解釈を間違えると、自分の中にもう答えがあるんだということというふうに解釈をしてしまうと危険です。自分の中に答えがあって、そして自分がその答えを知っているのであれば、もうその答えを実現できるはずですよね。これは正確ではありません。自分自身の潜在意識がどのような反応をするのかという、その反応に対して注意を向けることはいいんですけれども、決してどのようにして成功するかを自分自身が知っているという意味ではありません。なので積極的にその成功や目標を達成するために必要な情報というものは自分の外側にあるので、その自分の外側にあるものを見つけ出す必要があります。で、これは宝探しと一緒で、みんながあそこに宝があるぞとか、分かりやすくダイヤモンド鉱山としましょう。みんながダイヤモンド鉱山だと言って群がっているところに後から行ってももうダイヤモンドは残っていないわけです。それよりもまだ誰も発見していないところにいち早くそのダイヤモンドがあるんじゃないかというふうに察知をして、そしてそこにいち早く行くことによってファーストムーバーとしてそこのダイヤモンドをなるべく多く自分のものにすることができるわけですね。ですので、どんなことが自分にとって自分の人生にとって有益なことになるのかとか、自分が達成したい目標に対して必要な情報というものは外側にある。なのでなるべく自分の意識というものは広く、そして自分の目標に有益なもの、役に立ちそうなものというものに対してセンサーを働かせて拾ってくるといったような意識の持ち方、これがメタ認知。自分を真ん中に置いて、そしてその自分をさらに斜め上の自分が眺めている。なので自分とその周りの空間、これらを自分は意識として捉えているといったような形で、その領域をどんどんと広げていけば、私は今部屋にいますが、この部屋の中だけではなく、例えば港区、さらに東京都、さらに日本といった大きい空間で捉えることができるわけです。今の時代は情報空間、こういった YouTube もそうですし、Facebook や X、こういったものでは世界中の情報が拾えます。なので情報空間というところまで意識を広げれば、それこそかなり広い領域から情報をピックアップすることができるわけですね。しかし情報空間で注意しないといけないのは、その皆さんに対して流されてくるフィードは、そのプラットフォーマーがアルゴリズムに基づいて配信をしてますので、必ずしも皆さんが求めている目標に対して有益な情報が流れてくるではなくて、プラットフォーマーが最も稼ぎやすい形として流してくる情報なので、そこはプラットフォーマーの目的に応じた情報が流れてくるだけです。なので皆さんをより長くそのプラットフォームに留めることによって広告収益がプラットフォームに入りますので、なので決して情報空間まで意識を広げましょうといったところでずっと YouTube を眺めていたり、ずっと Facebook や X をスクロールし続けるみたいな形では皆さんにとって有益な情報が手に入るとは限らないわけですね。手に入る可能性もなくはないですけれども、プラットフォーマーが利益を
取れるようなアルゴリズムにただ従っているだけでは手に入る可能性は低いですので、能動的にそのあたりは情報の発掘をしていく必要がありますが、イメージとしましては、自分がいて、そしてこの周辺の空間、周辺の領域も自分だというふうにして、もう一人の自分が斜め上から見ている。これを私は斜め上ではなくて、肩甲骨の後ろあたりの投影器、ここが自分の本当の情報をコントロールしている。情報に対してどのように認識するかということを決めていて、投影をしている自分というものがいて、そしてこの肉体としての自分はそのスクリーンの前に座っている観客であると。で、この映画館の世界から出ることができない観客としてそのスクリーンをずっと見続けさせられているというようなイメージを持っていただければ、メタ認知というのはそういった状況なのであるということがイメージできれば、それはメタ認知が発動している状態になります。私たちは多かれ少なかれこのメタ認知が一瞬でも出る、そうした特性がありますので、ずっとそのメタ認知の状態を維持できれば、するとそのメタ認知の状態を維持した上でスポーツやビジネスというものでどう発揮するかというイメージの持ち方ができるので、準備としてはメタ認知の発動できる状態というものをまず先に作ってください。次に身体操作として、そしてこの頭の使い方としてどのような使い方をするかというのを引き寄せの法則といったものと対比させながら説明してみたいと思います。引き寄せの法則、皆さんは一度は聞いたことはあるんじゃないかなと思います。特にこの私のエピソードを聞いている人であれば、なんとなくでも聞いたことがある、もう結構しっかり聞いていて実践しているという人がいるかもしれませんが、引き寄せの法則というのは強く願えば、願望を持てば、それらが自然に自分の元にやってくると。なので引き寄せると。これは自分が何か努力をするというよりも、強く願っていれば私たちの脳とか潜在意識というものは勝手にそれを探してくるので、なので自分が達成したい目標に近いような情報だとかその行動を勝手に取ろうとしていく。それによって自分を望ましい求めているものに近づいていくということで、引き寄せていくという、そういったニュアンスの理論になりますが、この前提というものに対してひっくり返すところがありますので、少しだけ注意深く聞いてもらえればと思います。引き寄せの法則ですけれども、この引き寄せの法則だけをやってもうまくいきません。何かを強く願えばその夢が叶う。これを本気で信じられるかどうか。皆さんの多くはただ願えば、強く願えば願いが叶うといったようなことに違和感を感じるんじゃないでしょうか。行動が伴わなければ結果は出てこないというごくごく当たり前の、そして皆さんも普通に同意ができるであろうこと、ここが省略されてしまっているわけです。強く望めばその自分が希望する未来というものが勝手にやってくると。しかし行動を起こさなければ現実は変わらない。なので行動をどう起こすかの方が大事なわけですよね。で、その行動を起こす際に自分の夢や希望に対して近いような行動を取れればいいわけですけれども、この際に私たちの無意識、私たちのこの潜在意識というものがどのようなメカニズムで動いているのかということを考えると、実はこの私たちの行動やこの動きに対するイメージの持ち方というものをぐるっとひっくり返してみると面白い解釈になったりします。これは引き寄せの法則に対してその逆で、私たちが未来を引き寄せるのではなくて、私たち、特に一人称として私としましょう。私が未来を引き寄せるのではなくて、私が未来に引き寄せられるといったようなイメージとしてイメージを逆転させます。これどういうことかと言いますと、例えばここにペンがあります。で、このペンをではこの机の上にちょっと置いてみますが、このペンを取りたいと思った場合、取りたいという願望を持った場合に、この状態でペン取りたいというふうに願望を唱えたとしても、実際に手を動かさなければペンが自分の手元に来ることはないですよね。しかしその逆と考えてみたらどうでしょうか。ペンが私の指を引き寄せていると。なので私の指はペンに引き寄せられていくというふうにイメージしてみると、するとそのペンに対して自分の手が動いていくのは、ペンが私の指を引き寄せている。そしてそのペンを持って紙の上に置く。これでペンによって紙の上に字が書けると。これは私たちはごくごく自然に何も考えずに日常的に行っていることですけれども、実は潜在意識が行っているというのはこういうことなんです。潜在意識というものはこの筋肉を動かすときにまず何をするかというと、予測を立てます。予測というのはどれぐらいの力でどれぐらいの速度でその目標物に対して動けばこの目的を果たせるのかどうかということを予測するわけです。なのでペンを取ろうと思った場合には、このペンに対して手をどこまで動かせばいいのかということをまず初めに計算をして、そしてこの指の動かすスピードだとかというのを瞬時に判断していくわけです。
でそれがもう私たちの脳には刻み込まれていますので、その計算も非常に効率のいい状態で計算がされた状態であるわけですね。毎回予測というものを細かく計算するわけではなくて、過去に使った予測というものがもうこの記憶という状態で残されていますので、ただそれを参照して引き出してくるだけで持ってこれると。すると脳はそのエネルギーを節約した状態でそれらの行動がすぐに取れるわけですね。なので体を動かすとなった場合に、脳はまず目標であるこのペンを取るという動きをまず予測してシミュレーションをした上で、どこまで手を動かせばいいかということを実際に手を動かす中で、このペンを握ったというこの指先に来るペンを触ったという感覚、これによってペンが持てたのかどうかということをチェックして、そしてもし持てなかった、例えばペンを取ろうと思ったけれども違うところに指が行ってしまった、ペンが取れなかった、ペンに触れなかった、あるいは触ったけれどもうまくつかめなかったとしたら、それは脳にとってみれば予測のエラーですので、その触れなかったという感覚をもとに元々の予測を修正するわけです。それによって指をどのように動かせばいいかということをまたさらに再計算し直して指を動かしていくわけですね。なので私たちはこの目標となるペンと、今手が私の胸元にもしあったとしたら、この胸元にある手からこのペンまでの間の移動に関してはほとんど計算しなくていいわけです。なので予測としての結果は、このペンを取り上げる、これが結果だとしたら、ここまでの途中過程の動きというものは全く考えなくても、もう計算された後で予測としても計算してますので、いちいち考えなくていいわけですね。このようにして取ったものが私たちの無意識の中で、この一連の動きというものがもう脳の中では記憶されている状態で、ただそれを参照するだけでできるわけですね。ここでエラーが発生した場合、ペンが取れなかったとなった場合には、それを修正する、それが学習というやつですね。私たちは何かを新しく学ぶということを学習と呼びますが、こうしたエラーを起こした場合も学習されます。予測が間違っていたので、その予測を修正していくわけですね。ですので私たちの実は学習のメカニズムというのは、間違った時に学習が行われるわけです。予測が間違った時という意味ですね。なので全くの新しいことであれば、全くの新しいこととしてもともと予測していたことというのは全く新しければほとんどの予測は外れるわけですね。過去の経験がないので、脳にそういった配線がないので、初めてやることというのは大抵予測はほとんど当たらないか、その予測はかなり不安定な、そして概念的なもので具体的でないようなものが予測として立て上げられるわけですけれども、それらを実際に行ってみると多くの面でエラーが出ますので、そこで学習をしていくわけですね。なので結果としてうまくいったとしても、そのプロセスだとか得たフィードバックというものは事前に立てた予測に対して追加でのたくさんのフィードバック、情報が入りますので、そうなると私たちは学習をしていくことになります。この学習をするというのは、練習をするとき、野球であれば練習時間に行うこと、ピッチングフォームを整えたり、バッティングフォームを練習したり、あとは守備練習、ボールを取ったり投げたり、こういったことをするときにはこのエラーを修正していくということをたくさん繰り返して、そしてうまくいく流れ、うまくいく動きというものをもう修正をしなくても大丈夫なぐらい、そのパターンを脳に刻み込んでいく形を何度もやるわけですね。それが練習の時はそれでいいんですけれども、いざ本番になった場合はですね、今までその練習の中で身につけてきたパターンをいち早く取り出す必要があります。特に試合だと結果を出さなければならないので、どのような結果を出したいかというその目的、ビジョン、これらをメタ認知をまず働かしておく必要があります。最近は大谷翔平選手の成績があまりにも素晴らしいので、また比喩として大谷選手の例えを出してしまいますが、もしあなたが大谷選手だったら打席に立った時にどのようなメンタリティで臨むかどうか、必ずしも皆さんがこの形式で考えれば大谷選手になれるという意味ではありませんが、どのような考え方をすればいいかという一つの例として言います。まず試合に勝つということをイメージングする場合には、どこまでそのメタ認知というものを広げればいいでしょうか。試合というのは野球の場合は9回までありますので、9回まで1回表1回裏、2回表2回裏、こうした時間軸としてのまず広がりがありますね。9回までとなると時間的にも2時間半から3時間までの間の中で行われるわけですから、開始した瞬間であればここから2時間半や3時間先まではメタ認知の領域に入ってくるわけですね。そして自分の打席に回ってきたとなれば、バッターボックスに入ったその場合、自分がどのようにすれば得点を取れるのか、得点を取るために自分は何をするべきなのかということを考える、これもメタ認知が発動しています。その状態でこの場面でホームランを打つというのが最も今の置かれているシチュエーションにおいてベストであると考えた場合は、ボールがまずこの球場のオーバーフェンスすれば
ホームランになりますので、そうなるとまず空間的な広がりというのはこの球場全体まで自分のメタ認知というものを広げます。そしてこの球場のオーバーフェンスしたその先、観客席やその先ですね、さらに観客席を越えた球場の外側、ここにボールが吸い込まれる、ボールがそこまで引っ張られるといったようなイメージなので、観客席がボールを引っ張っているといったイメージを、今度は自分が打席に立っていますので、自分のバットに当たったボールが引っ張られるわけですので、自分のバットは今度はピッチャーが投げたボールに対して自分のバットが当たる。これは自分のバットがピッチャーが投げたボールに引っ張られるというイメージですね。バットがボールを飛ばすのではなくて、ピッチャーの投げたボールに対して自分のバットの芯、スイートスポットをですね、バットの芯、最も一番よく飛ぶ箇所がバットにはあるんですけれども、そのバットのスイートスポットにボールが当たれば一番飛びます。なのでボールに対して自分のバットが引き寄せられる。なので発想が逆になっていくわけですね。このようにして考えていくと、どう振ろうかなではなくて、ボールに対してバットが引っ張られるその最短の動きというもの、そこに対して引っ張られる動きというものに視点を変えていくわけですね。ピッチャーであれば自分が投げてバッターに対して投げるわけですけれども、実際にはバッターに対して投げればバッターに当ててしまってデッドボールになりますので、キャッチャーに対して投げるわけですね。その場合はキャッチャーミットにストライクゾーンに収まればいいわけですね。その途中のキャッチャーミットに入るまでの間にバッターに当てられてはいけないわけです。で、当てられたとしてもそれがヒットにならない領域にボールが飛べばピッチャーが成績を残せますので、そうなるとピッチャーができることというのは、キャッチャーミットに対してキャッチャーが要望している領域、あるいはピッチャーとしてこのような形で投げたいと思うそのボールの行き先がキャッチャーミットとして、キャッチャーミットに投げたボールが吸い込まれる、そういったイメージで投げるということですね。なので自分は投げてキャッチャーミットにボールを押し込んでいるわけではなくて、その逆でキャッチャーミットが自分のボールを呼び込んでいる、自分のボールがそこに吸い込まれていく、引き寄せられていくというふうにして考えていくわけですね。こうしてメタ認知を発動させた状態で、その途中過程であるその体の動きだとかその反応というものを意識では考えない。それは考えなくてもいい領域である身体感覚や潜在意識と言われるものが自動的にやりますので、そこの邪魔をしないと。あくまでも自分はその方向だとかその結果をイメージすることによって望ましい結果を出すそのターゲットだけを決めると。それによって途中過程は勝手に体が反応する、勝手に自分の潜在意識が最も最適なリソース、最適な計算というものを引き出してきて瞬時に反応するということをするわけですね。特にプロ野球の世界、メジャーリーグの世界だと、打席に入った打者がボールがどんなボールなのかというのをいちいち考えて判断している余裕はありません。もう体が勝手に反応するという世界なわけですね。なので考えたその自分の意識がカーブだからちょっと待ってから打とうかななんて考える余裕もないわけです。となるとカーブだろうがスライダーだろうがまっすぐだろうがその判断は実はしている暇はないわけです。なので無意識の領域で勝手に反応すると、勝手にそれを判断して勝手に対応してくれるといった場合には、イメージとしては勝手にバットがそのボールに対して吸い込まれていくと、引き込まれていく。当たった場合はそのボールがホームランとして観客席がボールを引き寄せている。なのでその場合のボールの角度、バットに当たった時の角度というものはその潜在意識である自分の体が知っているので、その角度でバットを当てに行くわけですね。私たちの意識というものはいかにこの潜在意識が持っている知識だとかその反応というものを邪魔しないかということになります。で、とは言っても潜在意識というものは全ての状態というものを把握するわけではありません。目の前に起こっているものに対して瞬時に反応はしていくわけですけれども、その全体の指揮統合というものを示す必要があるわけですね。皆さんの意識というものはオーケストラの指揮者のようなもので、全体としての流れや向かう方向性だとか考慮しなければいけないという意味においては広い視野を持ち続ける必要がありますが、具体的な演奏だとか具体的にどう動くかというのは潜在意識である各体やパーツに脳の瞬時の判断、早い判断ができる感情的なもの、感覚的なものに任せてしまった方がうまくいくわけですね。これは知識労働も同様です。私たちがどのようなものを作りたいのか、それによってどんな価値を生み出したいのか、どのような世界を作り出したいのか、お客さんに対してどのような価値を提供したいのか、お客さんをどのような世界観に築き上げる、そうした支援をしたいのか、
といったような大まかなビジョンだとか、そしてその世界観より広い領域に対して常に視野を持ち続けるというのはメタ認知がするべきことですけれども、具体的にじゃあ今私が話している内容の一個一個の一字一句だとか、どこで感情を込めて込めないかといったようなことだとか、あとはプレゼンテーションで使っていく文字によってこれがどのような感情になるのかとか、こういったことをいちいち考えてると間に合わないわけですね。で、ビジネスの世界では十分な時間を与えられてそれらの準備をしてもいいですよと言われることも中にはありますが、とはいっても早く動いて早くその行動に対して先手を打てた方が当然有利なわけですよね。なので時間を十分にかけよりも素早く動けて素早くそのゴールに対してアプローチができる方が当然有利なわけです。私がこのようにして今 YouTube という媒体やポッドキャストでこの私の話を聞いているであろう聴衆の皆さん、こういった方たちに対して話をしていく際にもイメージとしては、私が今考えていることとか私が伝えたいことを伝えているではなく、逆で皆さんが私の話を楽しみにしていて、私の話を興味深く聞いていて、私の話で何か自分を変えたいとか新しい知識を得たいと思ってくれている、その人たちが求めている状態をイメージすれば、その皆さんに対して私が喋らされている、私が考えていることや私の思いというものは勝手に引き出されていくといったイメージを持って話すようにしています。そうすれば大勢のオーディエンスの前で登壇して目の前で多くの人が私に対して注目をしている、中には注目しておらずあくびしていたりする聴衆がいたりするような場面、そういった場もあったりしますが、そういった場面の壇上に立ったとしてもあまり緊張しなくていいのはそういった捉え方をしているからですね。何か気の利いたことを言わなければならないとか、聴衆の皆さんを楽しませようとか笑わせてやろうとかというふうに考えると、いろんなことを考えてしまうわけです。これを言うと面白くないんじゃないかとか、今何か喋って滑ったんじゃないかとか、興味がもうなくなってきたんじゃないかということを気にしていくと、自分が本当に喋らないといけないことというものに対して意識が割り込んでしまってスムーズに話せなくなってしまうわけですね。しかしそれを逆転させて、もうここに来ている皆さんは私の話で興味を持っている状態、何か聞きたいと思っている、そして私の話を聞いた上で面白かったな、知識がついたなともう思っている状態、そこに対して私が喋らされていくというようなイメージを取れば、この内側にある私がこのテーマに沿ってこれを喋ろうというふうな私の中にある経験だとか知識というものを皆さんが引き出していっている。そういった意味では実はこの YouTube だとかポッドキャストといったような目の前に聴衆である皆さんがいない状態で話すというのは実は結構難易度が高いわけですね。実際のリアルな聞いている観客の皆さんがいる状態で話す方が本当のリアリティがありますので、そういった場面だと言葉というのは比較的たくさん出るんですけれども、今の私のこの状態だと私の目の前には想像上の皆さんしかいないわけですが、しかしその想像上の皆さんであったとしても、その皆さんから私が引き出されているという意味で、私が何を喋ろうかではなくて皆さんの方から私が喋らされていると、そういったイメージでアウトプットしていくとすると、緊張や何かまずいこと喋ったんじゃないかといったような反省とかも特になく、よどみなくですね、自分のもともと持っているポテンシャルとしてそれらを発揮するようなことができる、体をスムーズに動かすことができる。この話すというのも声帯だとか舌、口、そして肺、こういったものをリズミカルにかつバランスよく動かさないと話し続けられませんので、体を使っているわけですね。なので私たちのこの思考というものは頭蓋骨の中にある脳の中だけで行う場合も中にはありますけれども、ほとんどが実際には何らかの身体操作を使っているわけですね。なのでこの身体操作としてのこの体というものをいかにスムーズに使うか、それによって最終的なアウトプットというものが影響を受けていくわけですね。なのでメタ認知はこのアウトプットに対するイメージに対して自分から何かをしてやろうといういわゆる願望によって突き動かされていく、自分を動かしていくではなくて、この外側にある環境、これは相手であったりとか、あるいは自分が描いている夢だとか目標だとか、こうした自分の今のこの位置よりも遠い場所から自分は引っ張られている、引き寄せられているというふうに考えると、自分の内側に答えがあるのではなくて自分の外側にある答えに対して自分がどんどんと引き寄せられることによって近づいていくことで、それが時間的な距離でもいいですし空間的な距離でもいいわけですけれども、今の自分のこのいる場所ではないどこか、これはどこなのかというのはメタ認知がそれらを考えて決めていくわけですけれども、そういった空間的な広がりや時間的な広がりというものをメタ認知が常にモニタリングしながらイメー
メージングしておく中で、そこに対して引っ張られていくといったような感覚で行動をしてみると、その行動自体は無意識の自動的にやれるところが力を発揮して動いてくれますので、そこに到達すること自体はもともと持っているポテンシャルで最もいい形としてスムーズに出てくると思います。ただその目標となるポイントをどこに置くかというのも一つの考えないといけないところで、あまりにも遠いところに置くとそこに対して無意識で一直線に行けるわけではなければ、考えないといけないとなると、その場合また思考が必要になりますのでダメなわけですね。ここにあるペンを取るという、これは非常に近いところで全く考えなくてもできるわけですね。なのでこのペンを取るというぐらいは難なくできますが、このペンを取って紙に書く、これぐらいもまだ何も考えなくてもできます。しかしこのペンを持って紙に書いて、この紙で書いた中、この文章が例えばピューリッツァー賞だとかヒューゴー賞を取るような重厚な文学を書くんだとかになると考えないとならないとなるので、そこまでを無意識のうちでやってしまおうとなるのはあまりにもそのポイントが遠すぎるわけですね。さっきの例でいけば、ホームランを打つというイメージを持った時にボールが観客席に吸い込まれるといったようなイメージを持つ場合は、そのホームランでボールが観客席に吸い込まれるというイメージを持てないといった場合は、それはホームランを過去にあまり打ったことがない、ホームランというものを実際にそれほど体験したことがない場合であれば、その具体的なイメージというものはつかないと思います。ですのでそうなればもっと手前のピッチャーから投げられたボールにバットが吸い込まれて当たるといったところをひとまずのポイントとして、自分のバットがボールに引き寄せられてしまう。なので自分は来たボールを打っているわけではなくて、ボールが自分のバットを呼び寄せていくといった形でイメージを作ってもらえればいいんじゃないかなと思います。そういう意味ではどこにポイントを置くかというのが、遠すぎてもその途中で考えが必要になってしまうんであればそれは遠すぎますし、近すぎてもその結果に対してあまりにも今度は距離が出すぎてしまうとなれば、ある程度のところでそのイメージするポイントというものを自分の中の思考のスイートスポットですね、それを置く必要がありますので、それが皆さんにとってどこが最も最適なポイントなのかというものをいち早く見つけて、そこで設定してもらえればいいんじゃないかなと思います。このようにして人前で話すとなった場合は、その聴衆の皆さんが笑っている、あるいは興味深く聞いてくれている、終わった後に今日の話面白かったな、役に立ったなという感想が出てくる、こういったところが想像できるのであれば、それをイメージしながらその状態に対して私は喋らされているというふうに持ち込めばいいですし、まだそのような経験をしたことがない、人前で全く喋ったことがないとか、たくさんの聴衆の前で喋ったことが全くないという場合であれば、まずは目の前にいる一人に対して何かその人が興味がありそうなことを自分がその人が喜んでくれている姿をイメージして、その人に対して自分は喋らされているといったようにして、少し範囲を狭めて近いところに置いてもらえるといいんじゃないかなと思います。なのでそういう意味では、その遠くにゴールを置けば自動的に叶いますではなくて、そのあたりのそのスイートスポットもつどつど調整していく必要があります。段階的に実際には近いところに最終的になるわけですけれども、その近いところがクリアして考えなくてもできるようになってくると、徐々にそのスイートスポットは遠くなっていき、最終的には非常に遠いところであったとしても、その途中過程は無意識のうち自動的にやれるようになるというところにまで発展させることができれば、皆さんの持っているポテンシャルというものはかなり高いところにまで上り詰めているというふうに考えることもできますので、ぜひその自分自身のスイートスポットを見つけて、そこに自分が引き寄せられているというふうに考えてみてもらえると、面白い体の感覚だとか、この世界を見る時の皆さんの感じ方、感覚というものも変化してくると思いますので、ぜひ試してもらえればと思います。メタ認知を活用して、そのメタ認知によって自分の体や感情や思考、こういったものが引き寄せられていくといったような考え方を持つと、その持っているポテンシャルを思考が邪魔をするではなくて、思考がむしろその本来動いて結果を出すべき動きというものを導くといったようなリードすることができますので、思考が皆さんの体や感情というものをリードしていく、引っ張っていくといったような現象ができますので、ちょっと面白いので試してもらえればいいんじゃないかなと思います。まずはもし手元にペン、あるいはこの今動画や私のこの話をスマートフォンで聞いているのであれば、そのスマートフォンを一度机に置いてみて、そのスマートフォンに自分の手が吸い寄せられていくと、それによってスマートフォンによって自分の手が動かされている
るというふうに考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。そういう感覚で世界を見ていくと、あらゆるところに実は皆さんを引き込もうとしていく、皆さんの動きというものを引っ張ってこようとするものという誘惑や誘引物がいっぱいあることに気づくと思います。ですので、日頃無意識のうちに行動していたことでも、それが自分が本当に求めていることをやっているわけではなくて、それらの対象物が皆さんを誘惑して、皆さんがそれに勝手に引き寄せられているだけの行動も日常的にかなりあるんだなということに気づければ、違う、これは自分が本当に成し遂げたいことではないんだと、むしろそこから遠ざかってしまうような行動を自分は取ろうとしてしまっているというふうにして、自分にブレーキをかけることもできます。キャンセルすることもできますので、そこに気づけることができれば、皆さんは今メタ認知がちゃんと発動して自分の行動というものをちゃんとモニタリングできているというふうになると思いますので、そうした考えも一つ取り入れてもらえればいいんじゃないかなと思います。私の著作声売り技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍を出していますので、何か気に入ったものがあれば読んでいただければと思います。本日もお疲れ様でした。